それではまた、はい今日は、文化サロンサロンちょ間違えちょっと座布団一枚そういうこと一番取られるわ。飛んだよ京都文化サロン始めたいと思います。今日は脳のお話ですよ。もう難しいですけどね、なかなか川村能楽堂で脳をいろいろ面白講座をされている川村純子さんお招きしております。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いいたします。どうも。脳っていうね、はい難しい世界に本当に、そして伝統的な世界でいろいろご苦労されたんじゃないかと思うんですけども。いや苦労って私自身は苦労とは思ってないですけども、20数年前に、脳の干渉感みたいなものって当時からあったんですけども、ちょうどうちの息子が、幼稚園から小学生ぐらいの時にあって、子供の役子方っていうんですけど、私はステージママよろしく、付き添いで行って見てたんですけども、私が聞いてもちょっと難しいんちゃうのっていうようなお話をされてお能を見るということで、お客様を見てると最初は見てらっしゃるんですけど、だんだんこう頭がこう下がっていってで終わって出てこられる方のお顔を見た時に、もう能は一回見たしええわというようなお顔をされていたので、これは能の普及をされてるんじゃなくって、むしろ一回来たらもう来ないお客様を作ってるんちゃうかなと思って、なんかもうちょっと違う形のものができんかなと思って、初めは趣味でやってたんです。もう本当に趣味でした最初は。フランス人がね、一番退屈な日本文化が脳であるっていうのを昔なんか新聞に載ったことがございましたよね。確かに何言ってんのか分からへんし、何踊ってはんのか分からへんし、動作も小さいし、それをこんなに面白く広めてくださるなんてすごいと思う。ありがとうございます。その面白講座っていうネーミングも、そのね、ためになることって意外に忘れるじゃないですか。だけど面白かったりワクワクしたことって忘れないということで、なんとかその面白いっていうところを感じてもらえへんかなと思って、その時に思いついたのが、リンゴってあるじゃないですか。子供の時にリンゴを切ってって言われた時に、子供なので普通縦に切りますよね。横に切ったんですね。そしたら横に切った瞬間にリンゴの種って普通だとハート型になりますよね、絵で描くとね。でも星型のものが出てきて、同じリンゴやのに全く違うものが出てきて、すごくびっくりしたのを思い出して、切り口を変えればなんか面白いんちゃうかなと思って、それで当時ちょうどインディ・ジョーンズが流行ってたので、インディ・ジョーンズは5分で一度驚かすっていうのが売りだったんですね。で能はそんなことできないんですよ。ひたすら退屈なことが続いてハッてするっていう感じなんですけども、でも切り口を変えたら退屈せずにいろんなことができるんちゃうかなと思って、参加体験のプログラムを作ろうと思って始めたんです。だってそれこそ同志社でね、大恋愛で結婚されたわけですけれども、最初ご存知でした？こういう世界。趣味としてね、実家の父とか母が習ってて、私も高校の時はちょっとだけ習ってたんですね。で同志社の農学部に入ってたので、一応その農ということに関して言えばある程度普通の人よりは予備知識はあったのかなと思いますけど。同志社の農学部といえば、それこそ先年亡くなった小室の立石会長がお作りになったね。そうです。私も亡くなれる前年かその前の年にちょうど商工会議所で講演してほしいということで同じお席だったので、その時に「後輩や!」って言わはって、そうなんです。私多分ね、ある意味の鈍感力があると思うので、普通の方やったらね、例えば繊細な方だと
グッてきたりとかね、もちろん何にもないわけじゃないですけども、まあ私のモットーはなんとかなる、なんとかするっていうのなんで、偉い偉い。そんなにいや偉いの体だけですけど、そういう感じで座布団1枚って感ありがとうございますそういう感じで来てるんで、あんまりね苦労したっていうのはね、思ってないと思います。まあ、主人が亡くなったりとかね、そういうのはありましたけども、でもその大学の時からその農学部に入っておられたとおっしゃいましたけど、まあ、私も実は金剛流で数体だけお稽古をしてるんですけど、やっぱりお歌いとか習っていらっしゃる方、圧倒的に男性の方が多いですよね。女性の方少ないんじゃないでしょうか。そうですね。でもお稽古で習ってる方は、女性もいらっしゃいますか。多いですよ。うちの母もそうですよねずっとやってましたからね。姉妹やってました。姉妹とか歌いとかね。能楽師となると女性の方は、それはもうすごい少ないです、ね、プロはもう圧倒的に男の人の世界ですね。ただこうちゃんもやってはるけど、声が、男の人の声がこうものすごくいいというか、響くというか。そうね。宝塚と一緒で、宝塚は女の人が男の格好をして男の役をやるのがすごく素敵なわけじゃないですか。能は逆で、男の人が男の肉体を借りて表とか装束とか、そういうのを借りて女の役をやるっていうのがいいわけですよ。だからもともとはやっぱり男がやるというものとして能の存在、最初から女の人はいなかったわけですからね、ずっと長年。そういうのがやっぱり能の良さだと思うんですけどね。いや、ここのお座敷がね、能座敷でありまして、ここでこう能を待った時に響くでしょ。ほんまやわね、これ下に亀がいっぱいしつらえてあって、音が響くようになって、で能舞台のバックには松があるから、生きた松が今ちょうどライトアップでちょっとぶら下がってますけども、松がしつらえてあってっていう、だからここでお稽古してた。そうなんですか。いや、お座敷で確かに松はね、あるって思ったけど、その表紙のことまでは全然すごいですね。そうなんですよ。だからここで舞うように作られている。なるほど。この畳もし上げたら下に亀がこう入ってるんですね。しらえて音が響く。で今そこにお金を貯めてあるんですね。羨ましい。それやったら嬉しいねんけどね。響きが悪くなるから言えてますね。なんかジャラジャラって言いそうですね。うちもね、この間それこそコロナの中でなんかできないかなっていうので、観光庁のなんか誘客プログラムっていうので、たまたまその申請が通ったので 3D での舞台いろいろやったんですね。でその時にやっぱり床下にカメラを入れて、そしたら8個やっぱり壺があって、かなり大きいんですよ。本当にね、ちっちゃい子供やったら入れるぐらいのがあって、でそれをVR で見れるようなのを作ったんですけどね、なかなか面白かったです。だから昔の人の知恵ですよね。文化庁でずっとこの暮らしをとって 50K で撮りましたよ。すごい。50K すごいですね。すごい兄弟の技術で。すごい。文化ってでも残していくのが大変ですもんね。いや、ただ私はこのコロナでたくさんのものを皆さん失ったじゃないですか。でうちもキャンセルがもう500件を超えたぐらいから数えてないんですけど、ものすごいキャンセルが来たんですけど、逆に得たものや気づいたこともあって、得たものは例えば YouTube を作ったり、さっき言ったのは 3D やったりで、それよりも気づいたことっていうのが何かっていうと、自分自身が一番成長できて学べたのは生のお客さんの前だったなってことなんですよ。結局お客様がいることで、例えばその相手が学校だとすると、ホームページを見てどういう学校かな、校長先生の挨拶を読めば大体ね、どんな学校か分かりますし、あるいは地域について調べたりもできますし、いわゆる子供に言う時にはドラゴンボールってありますよね。でドラゴンボールって元気玉って投げるじゃないですか。あんな破壊力はないけども、ちっちゃな元気玉、気の見えないやり取りをお客様と私たちの間にやっていて、それが想像力や共感力を生んでたんだなってことに、もう当たり前のことなんやけども、いる時は当たり前すぎて気がつかなかったんですよ。
だから多分コロナになってそのコロナ後はおそらく針が逆方向に触れて、自分の大切な時間は Zoom とかではなくてリアルに誰かに会いたい、あるいは YouTube を見るよりもリアルにそこに行って何かを見たい、聞きたい、そういう風になるんじゃないかなって思ってるんですけどね。本当ですね。スポーツでも応援する人がたくさんねいらっしゃったらね、もうそれはもう全然違いますもんね。だけどご主人が亡くなってからよくね、息子さん2人能楽師に育て上げられたママの力はすっごいですよ。上はね娘なんでノートは書けないんですけど、はい、下の子だけなんですけども、たまたまうちの息子はちょうど同学年ぐらいのお子さんがいらっしゃらなくって、小型をね200番以上やってるんですね。200番以上小型やってる人は多分もういはらへんのちゃうかなと思うんですよ。もう毎週土曜日曜は京都大阪名古屋あたりをぐるぐる回ってたんですよ。で当然ね早引きもあるし早退もしょっちゅうしてましたから、今思うと申し訳ないことをしてたなとちょっと反省してます。わかるわ。でもそうだよね、伝統を継ぐために小さい時からね、一生懸命皆さんお稽古されるけど、それは本人にとってはねやっぱりもうね、やっぱ惹かれた道があるのは分かってても、その見え見えの道っていうのが見えるっていうのはやっぱり子供にとってはね、そんなに嬉しいことでは多分なかったやろうなと思いますね。お寺のお坊さんなんかでもね、生まれながらにここにいなあかんってなったら家出すんですよ、一回は。そりゃそうですよね。本当にね、そんな風にいろいろ悩むところはありますが、こうちゃんはなんか反発しなかったんですか？私ですか？別にだってこうならないといけないって決まってなかったから。決まってなかったから、家を継がないといけないとか何にもないので、やりたいようにやってきたらこうなってしまったと。やりたい放題。やりたい放題ではないですよ。やりたいようおにしたら。母様が優しかったんじゃないですか？割と好きにしたらいいというしたので。よくここまでその難しい世界の中でやってこられて、今ねお話ししてたんですけど、うちの実家が山本先生に習って山本能楽堂、でうちの妹のところの父が大江さん大江能楽堂、でいろんな先生方がたくさんいられる中で、女性でしかも奥さんで大変でもそれをねまんべんなくきちっとねこなしてらっしゃるの、いろんなとこで。いやそんなねもんじゃないんですけど私もともと福岡なんですね。だから京都とはやっぱり文化とかがもう全然違うんですね。もし私が京都出身やったらこの仕事をする時に躊躇やためらいっていうのがかなりあったと思うんですけど、ある意味その福岡っていうことで、そういう意味ではバンってしがらみが強すぎなかったということですね。そうですね。峰子さんももともと大阪でしょ。そうだからお二人とも京都の外から来られて京都の伝統を継いでられるのね。面白いですね。大変ですよね。伝統っていうのは本当継続することは大変やと思いますが、本当にその脳の世界という私たちの知らない世界ね。どうですか、金剛さんにお習いになって。はい、声が出るようになった。数体だけですから割と自由に月に1回ぐらいのお稽古をやらせていただいてます。歌いっていわゆるつづれ織りって言われますけど、例えば和漢漏洩集だったり和歌だったりいろんなそのいい美しい文章が入っているので、なんか自然と口をついて出るようになるっていうか、私なんかもすごく思ったのは、例えば春にね仮にゴルフに行くとするじゃないですか。でゴルフ場ってやっぱり山とかあるんですよ。そうすると羽衣の一節とかがふっと浮かんでくるんですよ。春がすに花びきにきりっていうのがね。そうそう、トレッキングやってはるでしょ。トレッキング。フェイスブック見たらなんかトレッキングやってはるね。びっくりした、今コロナですから結婚式の披露宴とかもねなくなりましたけれども、一時は私もあれですね、卒業生の披露宴とかに呼んでいただいたら、割と学校の先生ってじゃあご挨拶をと頼まれることあるでしょ。高砂を歌ってたでしょ。高砂をずっとやっておりました。一時。そうですよね。でその時には
何理由かということは言わずに、はい、もし皆さんがご存知のと少し違ったら皆さんとは違う流派だと思ってくださ流派っていっぱいあるんですって。い。もう大きな5つですよね。はい、あー五流、はい、ねえ。ちょっとずつの違いなんで、うんちょっとの違いで逆に言うとお囃子方なんかだと五流全部付き合われるのですごい大変みたいですね、やっぱり。あ、そうなんですか。して方の方はあ例えば関西流の人は関西流の人たちとだけの舞台を作るわけですよね、原則。うん金剛流の方は金剛流の方たちとだけで作るんですけど、お囃子方は両方行かれるわけですよ。でも節とかいろんなものがちょっとずつ違うわけですから、やっぱりかなりストレスというか大変みたいですね。五花街の踊りもちょっとずつ違うでしょ。そうそうそう。ねかもしれんね。ね、だからある意味ではね五花街全部で踊られたら振りが違う。そうそうそう、やっぱりそういうのがちょっとずつ違うし、ねえ節とかも違うので、とりあえずここで前半は終わらせていただきます。どうもありがとうございます。た。どんだやぐるっと一周回ったらもう何年も経っていたりそうねなんで、すあっという間に何キロも行ってしまったりね、時間と空間を無視できるお芝居ですもんね。ここはパリの都にて候、とことんやるっていうじゃないですか。あのとことんは能の表示のとことんなんですね。なるほもし気に入っていただきましたら、キュンと文化サロンご登録よろしくお願いいたします。ど。どんだ